はい、こんにちは。トリックの時間です。ちょっと待ってくださいね。はい、トリック2022リターンズのコンテストの結果発表というのを始めます。まず、ちょっとプログラムを見ていただきたいと思います。これプログラムですね。どうかな。これ今のプログラムですね。よいしょ。ピンチが難しい。できた。実行してみますね。トリック。はい。あ、ちょっと待った。ストップストップ。でかすぎたね。これでどうかな。はい、という感じでですね、Ruby のコードでした。ですね、オープニングということでちょっとね目立った感じのものをやってみたいなっていう感じで、お見せしましたが、トリックとは、何でしょうかっていう話なんですけども、今見せたみたいに、Ruby を使ってできるだけ読みにくかったり面白かったり変な Ruby プログラムを書いて、競い合いましょうというコンテストです。でね、トリックっていうのは、まだ一応略称があって、トランセンデンタルなんたらかんたらってあるんですけど、正直僕も覚えてなくて、トランセンデンタルってやつは、世俗を超越したみたいな意味、ですね、お金を生まないってさっき言ってたようなそういう感じのやつですね。とか、インブロー量はなんか極めて混乱したとか、でも覚えなくていいです。こんな感じの名前でやってる変な Ruby のプログラムで競い合うコンテストです。で、今日はそれの発表ですね。発表、入賞した作品を紹介していきます。でこのトリックは、これで4回目になります。4年ぶり4回目の開催です。去年の Ruby 会議テイクアウト2021で、募集開始をし始めて約1年、募集期間を経てこの度入賞作品が決定したので、この発表で公表していきます。はい。で作品紹介する前にちょっと、トリック2022について、説明しておきます。審査員は、こういう7人の方にお願いしています。名前はともかく、どういう人かというと、さっくり説明していくと、まず1人目は私ですね、遠藤なんですけども、クックパッドで働いているフルタイムの Ruby コミッターです。でもう一つの顔として、その IOCC っていう C 言語で、同じようにできるだけ読みにくくて面白いプログラムを書くコンテストにも、いっぱい、入賞している人になります。2人目が江戸さんですね。メディアアーティストの方なんですけど、Ruby にだいぶ詳しい、Ruby を使ってメディアアートをやったりしている方です。今産総研ですね。とか、あと3人目が新 H さん。アナーキーゴルフっていうできるだけその短くプログラムを書いて競い合う、短さで競い合う競技があって、そのゴルフをやるためのサーバーを管理している人で、彼自身も、IOCCC っていう大会で、入賞している人になります。4人目がワイハラさんっていう人で Ruby で作る奇妙なプログラミング言語という本の著者で、このトリックのような、コードを書くのも得意な人です。で5人目が、みんなご存知マッツです。トリックのようなコードはあまり書かないんですけど、せっかくなんで入ってもらっています。で6人目がレオニットですね。この人はすごいゴルフが得意な人、コードゴルフが得意な人で、その新一さんが管理しているサーバーで Ruby の部門で歴代1位になっている人です。で7人目には、今までイーバンさんっていう、人に審査員お願いしてたんですけど、今回ちょっと忙しいということで辞退されたので、代わりにフラジシャスっていう、人に入ってもらいました。この人は、ゴルフスクリプトっていうもうコードゴルフのための言語を作っている人で、ゴルフスクリプトって Ruby で書かれてるんですね。なんで Ruby にも詳しい方です。で、そのアナーキーゴルフでも、結構上位にいるという、この7人の人が、投稿してもらった作品を、それぞれの観点で、評価して、良かったやつを、今回選ばせてもらったという感じになります。サブミッションがですね、やっぱり日本で僕が日本で、募集してるんで日本からの投稿が多いんですけども、4分の1弱ぐらいは、海外の方々からもらえました。良かったなと思います。それから審査の手順なんですけども、さっきの7人の
審査員が各作品に、1点から10点の、10点満点で、点数をつけていきます。でその時に、誰が作ったかという情報は見ないで点数をつけるようにしてます。で、今回入賞する作品は10個です。スコアが高かった3つに金銀銅のものはないですけどメダルを授与させていただくという形で、さらに、残った作品の中から各審査員が、これは一番良かった残った作品の中で一番良かったっていうのを、選んでもらっていて、それぞれにだから7つの審査員賞があるという形になります。はい。ということで、これから入賞作を発表していきたいと思います。これからもネタバレを全開でやっていくので、もしね万が一解析自分で楽しみたいという人がいたら今すぐここを出ていっていただくというのでよろしくお願いします。入賞作品はねこの URL で後で公開する予定なので、そこで見ていただいても大丈夫です。よろしいですかね。じゃあ始めてしまいますね。はい、今から、入賞者と、入賞者というか作品を紹介していきます。1つ目です。最も計算高いでしょう。モーストカリキュレーティングでこれ僕が選んだ、審査員賞になります。各審査員がこんなふうに6点、3点、2点、6点、3点、4点、7点というのをつけていて、平均点 4.43 点。入賞者は斉藤仁六さんです。おめでとうございます。当たったらよくないね。はい。ありがとうございます。このマークが出たら拍手していただくというのでよろしくお願いします。ということで早速コードをお見せします。こんな感じですね。せっかくなんで動かしてみましょう。これですね。なんか斜めの縞模様になっているような感じのやつ。で実行するとこれはトリック2022というメッセージが出てくるというシンプルなんですけどなんか意味わかんないですね。こんな感じのコードです。これよく見たらちょっと実際に見えない拡大するんですけど、2022、2022、2022が繰り返しで、なんかいい感じに計算してさっきの文字コードの文字を生成しているというような感じのコードになってます。シンプルでいいですよね。で最後のところねよく見たら202で終わってるんですね。最後の2がないじゃんっていうふうに思わせておいてここに 3.1 かな入ったりナンバードパラメータでちゃんと2が入っているというなかなかこういうねセンスがいいなっていう感じの作品です。シンプルですごく分かりやすいかなっていうので、好きだなということで選ばせてもらいました。審査員のコメント一応いくつか載せてあるんですけども、僕、今言った通りですね、なんていうんでしょうね、もう絶対トリックがなければ書かなかった生まれてこなかったであろうという感じのコードがいいなと思ってこれ選びました。せっかく開催した会があったなという感じです。他の審査員からもシンプル&ナイスっていう感じで、コメントもらってました。以上なんですけれどもどんどんいきたいと思いますね。これはじゃあこれで終わりでありがとうございました。ということでどうもはいわということでじゃあ次いきます。モーストプレイヤブル最も遊べるでしょう。これワイハラ審査員が選んだ賞になります。スコアが74764 7.55 5.79ですね。入賞者はドンヤンという方です。おめでとうございます。コードがですねこんなんです。せっかくなんで見てみましょう。2ちょっとでかいんでねこれねヘビですね。ヘビのような形になっている。ちょっと大きくしてから動かしてみますね。もうちょっと大きくしたいかな。はい。ご存知ですかね。失敗した。いきなりました。スネークゲームですね。こうやって白いやつが餌で餌を食べると伸びていくヘビが。で壁とか今見せたみたいに黒いやつとか何かぶつかるとゲームオーバーこんなふうに終わるという作品になってます。でこれだとただのスネークゲームなんですけれども別のキーを押すとですね色が変わるんですね。自分の色が今黒になってますね。で黒になった状態だったら逆に黒が餌になって黒を食べると伸びると取れなかった。でもう一回押すと白に戻ってこうすると白が取れると。なんか難しいですね。なんかみんなが見てる前でゲームするの怖いね、こんな感じでですねは
はい、ですね、こんな風に伸びていくんですけども、最後になんか失敗した時にグレードとかって出てる、ね、これなんか低すぎるとダメ、なんかドットイーターとか言われちゃった。なんか C とかね B とか A とかなんかすごいと S が出るらしいです。なんかでもすごいの基準がですね、なんかすごく厳しくて、このエリアの面積の 50% 以上になると A で 80% を超えると S とかってなんか絶対僕一回も S 見たことないんですけどもまあ無理ですねそんな感じのゲームになってます。ということでちょっと待ってくださいね。よいしょ。ということでスネークゲームっていうやつをちょっと、特殊なルールにしてみたというゲームでした。さっき見せたように障害物に当たったり、自分自身の体あと壁とかに当たったら、ゲームオーバーで、餌を食べることに、ちょっとずつ長くなっていきます。特色としてはさっき言ったように自分の色を変えることができて同じ色の障害物は食べられる、違う色に当たると死ぬっていう感じのゲームになってました。でこのルールは、イカルガっていう、20年ぐらい前のシューティングゲームにあったルールからインスパイアされたとのことです。でですね、ちょっとテクニカル的な話としては、コンソールで動いてるからカーシスっていうライブラリを使うのが一般的でそれ使ってるかなと思った人もいるかもしれないんですけど使ってなくて、標準ライブラリに入ってる IO コンソールっていうのはすごくローレベルなライブラリだけ使って実装したというところが工夫点だそうです。でそうですね、ジャッジのコメントとしてはなんだっけ、一見するとただのスネークゲームなんだけれどもなんかゲームとして結構作り込みがたくさんあって面白かったので評価したっていう感じのことでした、ね、多分今回全然細かいこと省略できてないんですけどすごいいろいろ作り込みがあるそうです。あと審査員からのコメントとしては、スネークだった Python じゃなかったっていうコメントでした、ね、はいということです。ありがとうございます。はい、ということでどんどんいきます。3つ目になります。フラジシャス審査員が選んだ、Most likely to be required 最も必要となりそうでしょうですね。点数が73で Not available 6586点で 5.83 点が平均点です。入賞者はワイハラさん審査員ですねこれおめでとうございます。はい。このようにですねトリックでは審査員自身が、投稿するっていうことを認めています。で審査のフェーズでは、さっき言ったように誰が作ったか見ないで行うので、他の人は審査員の投稿だということは分かんないですし、投稿した審査員自身もですね自分の作品だっていうのがバレないようになんかもっともらしい点数をつけたりもっともらしいコメントをつけたりして、なんか装うとなんで最終的に平均点出すときには、そこから除外して、計算するようにしています。ということで作品なんですけどもこれは、ですね、一部を見せた方が分かりやすいので下の方からサンプルして撮ってきたんですけどなんかリファインメントを取ってのまあ見ての通りっていう感じですね。日本の方だったら分かる日本語分かる方だったら分かると、拡大すると、これジャパニーズ組文字というやつを使って表現しているんですけどもこれがセンチを表してこれがメートルを表すこれミリを表してこれがメートルを表す文字に、1文字でミリとかメートルとかを表せる、フォントっていうのが何ていうのかな字があるのでそれを使って DSL を作っているという感じです。A については、1センチメートルで、B に関しては10ミリメートルっていうふうに設定して、A イコールイコール B ってやったら true になる。どっちもね0.01 メートルなので足したら、0.02 メートルっていうのが出てくるっていうような、ちょっとしたライブラリになってます。一応コードをお見せしますね。3かな。これはですね何度かとかはあんまりされてなくてなんか自然に Ruby っぽいライブラリで書かれた感じで最後の方に、リファインメントがあってこの辺なんか定義がなんとなく見えるなみたいな感じのやつがあったりしてで最後の方にさっきお見せした、組文字とかね1点センチメートルとか10点メートルとかが書いてあるという感じになってます。まだ他にもあって例えば、カイリとかマイリとかカイリはこれですねなんか普段使わないですけどこんな組文字もあってこの辺もなんか対応しているということでした。アクティブサポートとかで100.days とかはよくやってると思うんですけども、それをこのジャパニーズの組文字というのを使ってやってみたというような作品になっております。
でコード自体はさっき見たように全然難読化っぽいことはしてないんですけども、メタプログラミングでクリアに実装して、あえてクリアに実装してみたみたいなことが主張されていました。これね、1インチイコール 2.54 センチメートルっていうのを書いて、これをいい感じにというかパースして、ディファインメソッドでこれを変換を定義するというようなことをやっています。あと組文字にそのキロとメートルをまとめたキロメートルという文字もあるので、なんかちゃんと、エイリアスを定義しておきましたよみたいな細やかな心配りもなされておりました。はい。で審査員のコメントとして、フレジシャス審査員は、難読化はされてないんです。難読化はされてないけれども、複雑なものとか奇妙なもので混乱させる作品を、奨励させていったらいいんじゃないかなというのを気持ちを込めて、これはそれをすごく体現していると思って選んだとのことでした。他の審査員からはね、なんか実用的じゃんとかですね、普通のコードではみたいな、そんな感じのコメントが多かったですね。はい。あとさっき言った通り、ワイハラ審査員はカモフラージュのコメントとして1カイリと1マイルが大体同じなんで、なんとなく面白いんですかな、適当なことをね言って、僕もだからこれをワイハラさんの作品だというのは分からずに評価してました。はい、そんな感じでした。はい、ありがとうございます。はい、どんどんいきたいと思います。次は、マッツ審査員の、選定のモーストリアクティブ&ディフューシブ、最も反応的かつ拡散的でしょうです。得点は、ずらずらと 6.86 点の平均点になっています。入賞者はセルゲイ・クルックさんです。おめでとうございます。コードがですね、これちょっと見にくいというか、見た方が分かりやすいと思うのでお見せします。何だったっけ、4かな。ちょっとでかいんですよね。小さくして実行してみます。ちょっと時間がかかるんですよね。しかもこれ乱数を使って、結果が変わるので、ひょっとしたらあんまり面白くない結果になることもあって、運がいいかどうか。点が右端まで来たら何かが起きる。あ、出た。なんかね、ニョロニョロ模様が出る。これ乱数を使っているので、なんか動かすたびに変わるんですけど、やっぱちょっと時間かかるので、1回だけのちゃんとね絵が出たのでよかった。お見せします。例をいくつか取ってます。こんなふうにニョロニョロの絵を出す、コードになってます。でですね、上のところとこれ出力なんですけど、上のところと下のところは元のコードそのままになっているので、これクワインなんですね。出力をそのまま実行するとまた、同じ絵が出てくるし、上の部分とか下の部分とかを切り出して実行すると、それはそれでまた別の絵が出てくるっていうような作品になってます。これね、たまにこんな感じの絵になったりもする。で、これ何かって言いますと、このニョロニョロした絵はですね、反応拡散系って言われる数理モデルで、動的に計算されて出てきています。この数理モデルはその、化学物質がですねお互いに反応して、別の物質に変わるとか、二次元平面上に置いてある化学物質がわーって広がっていくとかっていうのを、シミュレーションして、そのシミュレーションの結果を、色つけて表示するとさっきのような絵が出てくるっていうので知られていて、キリンとかチーターとか、一部の魚とかの、体の模様ってありますよね。あれはなんかこの反応拡散系でモデル化できるっていうふうに言われてます。それのシミュレーターになっているという感じです。さらにクワインを足してみたっていうなんで足したのかよくわかんないですけど、そんな感じの作品になってます。なのでさっき言った通り上と下に自分自身出ているので、そこだけ切り出してね、ヘッドして Ruby っていう実行することもできるし、テールして実行することもできる。でもちろん全体をそのまま Ruby に食わせてもこれ動く。で、これで全部動くようになっているというようなプログラムになってました。はい。で松本さんからね正式なコメントもらってないんですけど、なんか選ぶときにこういうの好きっていう感じのこと言ってました。ね、であとは他の審査員もねビューティフルとかインプレッシブとかそんな感じでいいねっていう感じのコメントがありました。はい、ということです。おめでとうございます。はい、じゃあ次いきます。モーストグローバル、最もグローバルでしょう。選定は審査員になります。点数が9885989
ね、NA 出ましたね。7.83 点で、入賞者は僕です。おめでとうございます。わということで、僕なんですけど、作品はこれですね。地球儀。お見せしますね。よいしょ。オップス。何番だっけ。ここかな。あったのね。地球儀ですね。で、これを Ruby で実行してみます。これね、真ん中にアフリカがあるというのを覚えておいてください。アフリカ。これアフリカね、こっちに来ましたよね。これ出力なんですけれども、これ南アメリカ。もう一回実行してみますと、南アメリカがもうちょっとこっち来た。これね、地球が45度ずつ回転してるんですよ。これ太平洋のど真ん中。これオーストラリアがちょっと見えてきてて、オーストラリア見えてきましたね。これ日本ですね、このゴミみたいなやつ。多分これがマレーシアで、これがインドかな。で45度ずつ回転するということは360割る45で8回ルビーにかけるとアフリカが真ん中に戻ってくるので、これで元のコードと一致している。確認してみましょうか。はい、同じね、元のコードに一致する。8回実行すると一周して元に戻るというようなコードになっております。で、一旦行こうかな。はい、ということで、8回実行すると元に戻るクワインになっております。ちょっと回転角を自由に設定できるというのを一応見せておきましょう。デフォルトでは45度なんですけども、回転角を数字で引数で指定できるので、それをちょっとね、一気に指定した例を5度ずつ回転させて一周させてみますね。はい。ね、南アメリカが見えますね。アメリカも見えるし、覚えておいてほしいんですけども、回転軸がね斜めになってる。わかります？これちょっと後で重要なのでちょっと覚えておいてください。でこれで一周かな、一周しました。はい、動いたっていう感じです。いうことになります。でですね、知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、僕同じような作品作ったことが実はあります。2010年の Ruby 会議で発表させてもらってるんですけども、これ同じように地球儀がコードの中に埋め込まれてて、1回実行すると45度回転していくっていうようなコードになってます。で投稿してるドキュメントにはね、このユースケンドが作ったこの作品にインスパイアされて作ったんだっていうような他の人を装うようなドキュメントいっぱい書いて応募して無理やり通したっていう感じですね。でですね、その昔のやつ何が違うんだっていうのもちゃんといっぱい主張してあって、すごくいろんな改善とか新機能があるんだっていうふうに主張しております。で一つはさっき見せた地軸が 23.4 度傾いてるっていうのね、これずっとやりたかったんですよね。前の作品ってね、回転軸が垂直なんですね。だから横に回るだけで、正直それもあんま面白くない、ちゃんと作ればよかったなっていうのをずっと後悔してたんで、せっかくトリックの機会で、12年もしたら覚えてない人も多いかなっていう感じでちょっと作り直してみたっていう感じです。でも他にもいろいろあって、地軸で傾きで回転させるっていうことは、前のやつはベタな地図データ持っておけばよかったんですけど、今回のやつはちゃんとポリゴンデータをねコードに埋め込んでおります。で結構圧縮頑張ってて、文字数で言って286文字で、地球儀のデータを全部埋め込んでると。でそれを、展開して、球面三角を使って、レンダリングするという、例になってます。で埋め込んであるデータをダンプするモードというのも作ってあるんですね。ちゃんとダンプっていう引数を渡して、ダンプとかってやるとちょっとでかいんだよな。これね、さっきのコードの中にこれだけの地図データが含まれているっていう感じになってます。ちょっとでかすぎるなと思ったらコードの行数を縮めるっていうような地味な機能も実装してたりします。でですね、さらなるおまけとしてですね、これはですね、36と140何でしょうか。違い分かります？ここ X って出てる。これは、北緯36度統計140度のところにマークをつけろっていう意味になってるんですね。それに従ってポイントを置いてると。他のところでも一応試してみると、これはマイナス122あ
ってるかな。なんか間違った？間違ってるね。間違ってるかな。ちょっと待ってね。コピペして。どこだ？あったあったあった。これね、X、サンフランシスコのあたりに、X を置くような例になってます。っていうようなおまけもいっぱい載せて、これが新しい作品であるというふうに主張して、通ったという感じになってます。これはさっきのスクリーンショットですね。36度、140度と。でこの地図上に点を置くっていう機能は IOCCC1992 年のベストスモールプログラムっていう作品の、オマージュになってます。実はこれはもうパクリなんですけども、こんな感じにいろんな人のパクリをいっぱい入れましたっていう感じのドキュメントを書いて通したっていう感じになってます。で、審査員のコメントとしては、審査員選んだのは、芸術点高いなっていう感じで、ポリゴンデータを埋め込んでるのも面白いなっていう感じで、通してもらいました。新 H 審査員からは、過去のクローブとネタは同じだけども、十分な新規性があるんじゃないかっていう感じのことを言ってます。で、僕自身もね、カモフラージュコメントとして自分の過去の作品より新規性あるよなっていう感じのことを言ってごまかしたと、そんな感じでどうかなと思いつつも通ってしまったっていう感じです。はい、ということでありがとうございます。はい、じゃあ次いきます。レオニット審査員が選んだモーストアクセシブル、最もアクセシビリティがあるでしょう。点数が86、また NA が出ましたね。もうさっといきますけど、相原さんです。おめでとうございます。これがソースコードです。いいですね。見た感じでもパッとインパクトがあるので、6かな、7。これですね、コードがあって、実行してみますと、これはちょっとちゃんと見といてくださいね。いきますよ。これね、いきますよ。はい。わかりますこれ。これは元のコードと同じなんですよ。これ今みたいに点がパラ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 って出てきて元の、コードが出てくるという、具合になってます。なんか他にも、今アニメーションが要するに、行われてるんですけど、そのアニメーションの結果も含めて、実行可能な結果になっており、これねアニメーションをした後もう一回それを実行しているというような様子になります。なんかこれ何回も見てしまうんですけども、こんな感じで動く、作品になってます。これはどっちかというと技術的に何が行われているのかを説明した方が面白いかもしれない。この点がいっぱいある点は、ユニコードの点字の文字を使って、表現しています。で、この点字だらけのところ何が起きているかっていうと、よく見たら点字じゃないの混ざってるんですね。これコロン。でコロンの後に点字の文字を使って、これだからシンボルなんですね。コロンで始まるシンボルで、最後の点は点字じゃなくて、あと普通のピリオド、メソッドコールのピリオドですね。で次は、メソッド名です。これメソッド名だから、これ長いメソッドチェーンになっていると。で点を表現しているという感じになってます。で、これ別に適当な点を置いてるだけじゃなくてですね、この、文字が、一番上にあった2行は、この点字のやつを、デコードするだけのコードになってて、さっき見たアニメーションのコードはこの点字のところに埋め込まれている形になります。興味深いのがですね、これ8点点字っていう1個の文字の中に点が8つある点字なんですね。なので8ビットなんですよこれ。だから1文字がちょうど1個の ASCII 文字に対応するっていうエンコードをしているので、すごくシンプルに、ね、Ruby の2行の Ruby でデコードできるっていうところが面白いなっていう感じでした。はい。これも一つの名ね。で、審査員のコメントとしては、なんかこんな風に点が出てくるの面白いねっていう感じの、レオニット審査員からちょっとコメントもらえなかったんですけど、なんか前代未聞なコードの美しさであるっていうのを、審査員が言ってました。ね、点字の悪用っていうのもすごいいいなと思いました。はい、ということです。以上です。ということで、次が最後の審査員賞かな。新 H 審査員の選んだ、モーストオーダリーコード、最も整然としたコードでしょう。7、10、17、だいぶ高くなってきますね。これ 8.64 で、入賞者は友谷石田さん、トンペンさんです。おめでとうございます。コードがですね、こんな感じになってます。なんかって感じですね。なんかどう反応していいのかわからない。一応ね、とりあえずこう、実行してみましょう。こ
これがさっきのコードで、実行するとですね、一次元セルオートマトンってやつを、シミュレーションしたものが出てくるという感じになっています。ルールも指定できて、これシェルピンスキーのギャスケットですね。これはルール110と言われるセルオートマトンの、シミュレーション結果がずらずらと出てくるっていうことになってます。これまだ分かんないですよね。正直ね、一次元セルオートマトンはこの作品の本質ではないんで、今回興味ある人はちょっと自分で調べてください。あんまり作品に関わることはないんで省略しちゃいます。こんな感じの挙動をするコードでした。これ何が評価されたかっていうとですね、めっちゃくちゃ読みにくいんですね。びっくりするぐらい読みにくい。これ解析するのに多分なんかワイハラさんっていう人がすっげえ頑張って解読してくれたんですけれども、メインのトリックはですね、ここに書いているこういうコード断片が、肝になってきます。これ知ってる人は知ってるかもしれないんですけども、ローカル変数 x が定義されている時にはこれはx 割る y という序算を表します。ハッシュマークのところはコメントになるので、無視されるっていう感じですね。で x っていうローカル変数が定義されてない場合にはこれはメソッド呼び出しになります。x っていうメソッド呼び出して引数に、y ハッシュマークっていう、正規表現のリテラルを渡しているものになります。これをめちゃくちゃ悪用してるんですね。簡略化したバージョンを一応作ってみたんで説明しますけども、これが最初のところにね A っていうのがあります。でこれ最初に実行するときは A がローカル変数として定義されていないのでメソッドコールになると。そうするとここのところが正規表現リテラルになりますね。で正規表現リテラルの中にあんまり知られてないんですけど、ローカル変数を定義するっていう機能があって、それを使っているのでここで、ローカル変数 A をこっそり定義しています。でその後もこれパースするのすごい辛いんですけども、パーセントびっくりからびっくりまでが文字列リテラル、それからパーセント鍵括弧から鍵括弧閉じまでもストリングリテラルになって、でいよいよ要するにこれ放置 if 後ろに文の後ろに if を置いてるやつなんですね。なので、コード1っていうのを実行してフォルスを返す。でフォルスを返すのでこの if 文は真になることがないので、このところは実質、無視されるということで、まずこのコード1っていうのを実行してこの最後の行に行きます。これは、プログラム自身を読み込んで、もう一回上から実行し直すっていうような命令になってます。でこの実行し直すときにはですね、今度はさっき A をこっそり定義したので、A が定義された文脈でさっきのコードを解釈し直すんですね。でなので今度の A は、ローカル変数があるからこれが序算になる。ね、さっき、正規表現リテラルだったやつが序算になって、すると今度は y ではないとパーセントびっくりからこっちのびっくりまでが、文字列リテラルになると。で if と、前置のプラスがあった後に、こっちがストリングのリテラルになって、で要するに、あれですね、このコードはまずコード2っていうのを実行して EXIT するっていう感じのコードになってます。でここに何か意味ありげに置いてあったハッシュマークはコメントにするためなんですね。だからこの行は2回目の実行では無視されるというような、ついてきましたねこれこんな感じのすっごい複雑な制御を使ってやってます。なので、今のはコード2を実行して、EXIT するというような動きになってます。なのでですね、このコードは全体としてはまずコード1を実行して全体読み直してコード2を実行するっていう、コードになってます。コード1先に実行する方が下にあって2回目に実行する方が上にあるというのがちょっと面白いかなと思います。で、振り返って元のコードを見ると、さっきのトリックのところが大半でメインのコードはここだけなんですね。これがメインパートで、さっき言ったようにこれ下から上に実行していくっていう意味になってます。これによってさっきの一次元セルオートマトンが、下から上に読んでいくと実現されているというような感じのコードになってます。でなんかまだだいぶはしょったのでここでね一行デフを使ってローカル変数を全部新しいスコープにすることで消すっていう技も使ってたりして、ね、すごく読みにくいコードになっているんですけども、これはぜひ読者の課題ということにさせていただいて後でね解析していただければと思います。すごいなので下から上に行くっていうことで、最もオーダリーなコードというのでこの証明が与えられております。はい。で審査員もなかなか衝撃を受けてましたね。これは、新 H 審査員はLisp2 だけ Ruby は Lisp2 だけでも Lisp じゃないっていうところをすごくうまく、悪用してるなっていう感じのことを言ってました。Lisp2 っていうのは、ローカル変数の名前空間とメソッド関数の名前空間が分かれているっていう言語設計の、呼び名なんですけども、なんだけども Ruby は Lisp ではなくて、一見普通のプログラミング言語みたいな文法をしているので、
ローカル変数名とメソッド名の扱いがすごく時々微妙になると、今みたいな挙動が出るところを悪用するなという意味でした。でとにかくね読みにくいっていうのがみんな感銘を受けてました。あと僕のコメントですね、Ruby でないとなかなかできない感じの、コードになってるなっていうのがすごく良かったなと思います。ということでおめでとうございます。さてではここからは、次に上位3件の、表彰をやっていきたいと思います。まずは、同賞からですね。同賞 Most Anti-Gravity 最も反重力で賞です。点数は8、10、9、8、9、9で NA が出たんでもうバレてるんですけども僕です。おめでとうございます。8.83 点ですね。コードはこんな感じです。とりあえず実行してみましょうね。これですね。とりあえず普通に実行してみましょう。斜めにトリック出て横にトリック出てトリック2022っていう文字列がこんなふうに振られるような感じの動きをするプログラムになってます。でこれ実はこれだけなんですね。もちろん、他の動かし方ができると。でですね、まずはセットをちょっと使わなきゃいけないですね。こんなふうに空白文字を、コードから取り除いてみます。これね、元のコードがこれ。でなので空白文字取り除くと、文字が全部左に、重力が働いて、寄せられた感じのコードになると。でこのコードにちょっと app.rb っていう名前ね、意味ありげな名前つけておきます。で、この app.rb の動きを説明するためにですね、ちょっとこういうテキストファイルを用意してみました。トリックなんか例えば2022っていう感じのやつが見えるやつにこれ app.rb ってやつを適用してみますね。app.rb にこのテキストを食わせる。実行すると上に重力が働いたのが分かりますかね。各文字が上の方に寄せられた動きをしています。という、だから、元のコードを左に寄せると上に寄せるコードが出てくるというプログラムになっています。で、ですね、ついてきてくださいね。まだまだあるんですよ。元のプログラムに、上向きの重力を適用してみます。こうなりますよね。バラバラってあった文字が上に寄ると。でこれがですね、left.rb なんですね。ということは、さっきのテストテキストファイルに、適用してみます。そうするとここに左に寄ったと。分かりますよね。ということで、最初はちょっとセットを使わなきゃいけなかったんだけども、今はleft.rb っていうのがあるので、同じ処理をすることができるということになります。でここからが本番です。エントリー .rb にまず上寄せをします。上に重力を働かせて上寄せをします。それに対して左寄せをします。これね、当然こんなふうに左上に寄りますよね。これを実行するとトリック2022っていうのが出てくると。まだあるんですよ。左寄せをまずしますね。その左寄せをしたやつに上寄せをする。これ何出ると思います？縦向きにトリック2022が出てくるということで、一つのコードの中にね、5つぐらいのコードが詰め込まれた感じのコードになっております。はい、っていう感じで今の説明がバーッとある感じですね。上寄せ左寄せとか左寄せ上寄せとかです。でですね、トリックちょっと簡単に説明しておきます。左寄せをした時に、こう切り替えるトリックはこんな感じですね。文字列の、インターポレーション式展開を使っています。こんなふうにちょっと円マークバックスラッシュを置いといて、スペースを空けて、文字列のインターポレーションをやっておくと、左寄せした時にこのバックスラッシュがこれをエスケープするんですね。なのでコード1が、抑制されると。代わりに、ハッシュマークスペース、ブレースってなってたところのスペースが取り除かれるので、今度はコード2が動くようになるというような感じの、トリックを使っております。で縦寄せにした上寄せにした時のトリックも似たような感じですね。コード1っていうのはここで式展開で、書かれているのに対して上寄せをするとこれが上にワンと寄ってきてコード2の方がちょうどそこに来るっていうような
すごく単純化して言えばこんな感じなんですけれども、実際にはね相当試行錯誤を繰り返して今正直どうやって動いてるのか僕もよく分かんないんですよねこれなんかもう一日もずっと考え続けたらなんか動いたっていう感じなんで、ワイハラさんはちょっと自力で解読してたみたいですけど、僕は覚えてないんでね興味ある人は読んでみていただければなと思います。で審査員のコメントには大体好評でしたっていうぐらいでいいかな。これ審査員なんですけど、僕自身審査員なんですけども空気を読まずには優勝を狙ってこれ作ったつもりだったんですよね。なんですけれどもあえなく3位になったので正直これは残念悔しい思いでいっぱいなんですけども、一応そんな感じです。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ次は銀賞です。モーストインタラクティブコード、最もインタラクティブなコードでしょう。スコアが17、10、19、88で 8.86。これね、さっきの3位と 0.03 点だったんですね。悔しい。かといってね、自分の点数下げるわけにはいかんしっていう感じでね、これは本当に悔しかった。で、入賞者は、友谷石田さん、ペンさんです。おめでとうございます。作品がこれですね。ハートマークになんか線が入ってるっていう感じのやつで、よいしょ。動かしてみましょう。これですね。ちょっと小さくして、別にいいか。で、失礼しました。実行すると、この URL 開けっていうのが出てくるんですね。開いたかな。あそこか。ちょっとすいません。これわかります？なんかドクンドクンしてるんですよ。ちょっと大きすぎるな。さっきのウェブサーバーにアクセスするとこういう絵が出てくる。で、クリックするとですね、これなんかいじれる。周りをクリックするとなんかだんだん大きくなっていく気がしますね。真ん中をクリックするとだんだん小さくなってくる。という感じのコードになってます。これは説明が必要ですよね。という感じの動きをするものです。この辺はデモ動画で。今何かって言いますと、脈打つフラクタルセーブっていうふうに言ってました。で、今お見せしたように、マウスクリックでいじることができる。で、これどうやって動いてると思います？多分ね、みんなキャンバス JavaScript でやってるんでね、なんでこれ Ruby のコンテストなのになんでこんな送ってきたんだろうなって思ってるんじゃないかと思うんですけれども、驚くことにこれ JavaScript を使ってない、キャンバスも使ってない、HTML5 の機能一切使ってないっていうのが評価されたところになってます。じゃあこれどうやって動いてるかって分かりますかね？これね、HTML5 以前のロストテクノロジーを駆使して使ってるんですね。動いてる絵はですね、これアニメジフらしいです。アニメーションジフを、エンドレスにストリームし続けることで絵を表現している。でそれだけだとなんでクリックが拾えてるんだっていうのを思うと思うんですけども、これ知らなかったんですけど、インプットタイプイメージっていうのがあるらしいです。普通ね、サブミットとかボタンとか、のタイプを使う人ばっかりじゃないかと思うんですけども、イメージっていうのがあるらしくて、それを、クリックするとですね、クリックされた座標がサーバーに送られるらしいです。知らなかったんだけど。でなのでさっきクリックした場所が、Ruby のスクリプトで動いているウェブサーバー側に送られて、そのクリックされた位置に応じて、絵を更新していくっていうことで、表現していると。さっきの動きを実現しているというプログラムになりました。これざっくりさっきのコードを解析した結果ですね、この辺がフラクタル生成してるんだと思います。でこの辺は Web サーバーですね、たった5行で Web サーバーが実現されている。でこの辺はアニメーション軸の、生成が行われているのだと思いました。多分ねざっと見た感じでっていう感じのコードになってて、とにかくなんかやっぱ HTML5 を全然使わずに実現したっていうところが評価されたかなっていう感じです。
そうですね、審査員のコメントなんですけれども、新一審査員からはこれは AJAX アシンクロナス JavaScript&XML ではなくてアシンクロナス Ruby&Jig っていうふうに主張するといいんじゃないかっていう感じのことを言ってました。でも他の審査員もすごくやっぱりインパクトあっていいなっていう感じでした。はい、ということでおめでとうございます。ということで次いよいよ最後の作品になります。金賞ですね。ベストフィッシュボール最高の金魚鉢でしょう。点数はこれねNA 出てるけどねこれ違うんですよ。これはね環境依存か何かで動かなかったのでちょっと評価を辞退したレオニードではないです。で唯一9点を超えたこの作品の入賞者はまた東谷国久さんです。おめでとうございます。金銀同時受賞をされてしまったっていうことになりました。でもね別にやっぱりいいものはいいということで調整などせずに、評価させていただきました。作品これです。これねまだこの状態だと分かりにくいと思うのでやっぱり動かしてみますね。01とこれさっきのコードですね。ちょっと小さくしてかな。じゃあ実行してみます。はい。金魚ですね。金魚とか水草とか泡ですねが、この金魚鉢の中で泳いでいる様子を、表現したプログラムになっております。で、面白いのはどっか分かりそう。例えばこれ止めてみましたね。今コントロール C で止めたんですけれども、これをコピペして Ruby インタープリタにあれ食えない？はい、来た食わせて実行するとそこから再開するこれだからアニメーションしている各フレームが全て、クワイになっているという作品になっています。960フレームあるって書いてましたね。なんかそれが全て、ちゃんと動く Ruby コードになっていて、止めたところから、実行するとそこから再開するというコードになっています。これね、こっそりロゴが AQUA アクアですね。なんかそんな感じの隠しネタとかもあったりして、なかなかいい作品なんじゃないかなと思います。でですね、そうだから言わなきゃいけないのがこれですね。ただ絵が動いてるだけじゃなくてですね、字が消えてるところは穴が開いてるところあるんだけども、字の位置自体は動いてはないですよね。消えるかどうかだけっていう変化をしてるっていうところがこの作品がなんか綺麗に見えるし、すごく面白いところになってきます。何の話をしてるかって言いますと、ちょっと振り返りですね。960フレームの、金魚鉢のアニメーションです。で各フレームは、実行可能なRuby コードに加えになっています。で、さっき言いましたように、空白文字をコードの中に埋め込むんじゃなくて、コードの一部を消してそこを空白文字に置き換えることでアニメーションを表現しているというところが、肝です。でそれ何が難しいかっていうと、空白文字を挿入するだけだったら空白文字消せば元のコードに戻るんですね。なんだけどもだから今は穴が開いてるので空白文字を消しても元のコードに戻らない。じゃあどうやってこれ動いてるんだっていうことなんですけども、ネタバレすると、誤り訂正符号を実装しているということです。ね、線形代数とかと誤り訂正符号でその実現方法もねなかなかトリッキーで、インテジャーに対して一部のメソッドをモンキーパッチしてですねモジュラーアリスメティックを実装してるんですね。89を法とした整数に無理やり置き換えた上でマトリックスのソルブ使うとこれが解けてしまうらしいです。これで、穴の開いたコードから穴が開いてない元のコードを復元するっていうことを実現してます。すごいですよね。ですごいんですけどこれちょっと、待ってほしいんですけども、このエラー訂正をするコードのところに穴が開いちゃったらどうするんだっていうふうに思ってください。おかしいんですよね。これがあってもおかしいはず。なんで動いてるのか分かんないっていうのがあって、それの肝はですねこのコードの中で大文字の X を表現、ハイライトするとこんな感じになってます。大文字の X が丸を書いてるんですね。でこの大文字の外側にですね、エラー訂正のコードが入ってきていると。で内側はですねさっきのアニメーションをするメインのコードは、誤り訂正のための冗長性を込みで、置かれているという感じになっています。
なので、実行開始したらまずこの外側のコードのところだけが、集められて、これを実行することでこの中の穴を埋めるっていうことをやると。で穴を埋めた後でそれを実行することでアニメーションが行われるというようなコードになってました。技術的にも芸術的にもすごいということですごく評価された作品になってます。今言った通りですけど、審査員もやっぱり好評で、アニメーションも面白いし、誤り訂正符号という技術も面白いんですけども、その誤り訂正符号という技術が、アニメーションの見方をすごく良くするっていうのに貢献してるっていうので、やっぱ芸術性と技術性が絡んでるのがいいなっていう感じで、これみんなすごく評価したっていう感じになってます。ね、でですね、今日はトンピングさん、ペンさんが会場にいらっしゃるので、一言コメントいただければと思います。どうぞ上がってきてください。はい。前回のトリックでたくさん出して1位2位は取られてしまったので、今回いい結果が出て嬉しいです。おめでとうございます。なるべくキャンバスを広く使いたいっていうか、その辺いろいろできていいものが作れたなと思っています。いや、よかったです。ありがとうございます。いやね、本当ね、悔しい思いでいっぱいなんですけども、こんな感じでした。はい、まとめになります。審査員賞はこの7件でした。ちょっと時間厳しいんで読み上げは省略します。総合の金メダル、銀メダル、銅メダルはペンさん、私という感じになりました。はい、おめでとうございます。で、プライズなんですけれども、これいつも挙げてるんですけども、インセインの称号を、どうぞ持って帰ってくださいっていうのはいつも通りにします。オーナーというよりはディスオーナーですね。こんなんで買ってしまうというのはあんまり良くない。ですね、もうちょっと、特典らしい特典として、これも伝統的になってるんですけども、上位3作品に入ったものは、Ruby の公式リポジトリにサンプルディレクトリの中にこれをコミットするという予定になっております。なのでね、今年の末に出るであろう Ruby3.2.0 は、今の金銀銅をサンプルに含んで、リリースされることになると思います。はい。ということで、以上の作品はちょっと今日の夜あたりに、この URL で参照できるようにする予定です。はい、入賞者の皆さんも、残念ながら落選してしまったプログラムも本当面白いプログラムばかりでした。本当に苦しみながら選んだという感じになってます。応募してくれた方々も、あと審査員の方々もね、ありがとうございました。以上です。もう一個だけね。次回の予定はないんですけれども、今までの傾向を参考までに出しておきます。これ4回目って言った通り2013、2015、2018、2022なんですけれども、これ気がつきますかね。2、3、4って来てる。でもちょっとね、さすがに5年後はねっていうのがあるので、気が向いたらまたやるかもしれないんで、もしやるってなった時にはぜひまた素晴らしい作品を送っていただければと思っております。はい、今度こそ終わりです。ありがとうございました。